こんにちはなのだ。この動画ではゲームの動きを見ながらゲーマーには正直どうでもいいプログラマーのディープで細かすぎる視点からゲームの設計を深掘りしていきたいと思うのだ。今回はメガドライブのアウトランを見ていく。では早速見ていくのだ。始まってすぐなのだが、まずは基本的なアウトランの画面の構成を説明するのだ。このシーンは現在走っている3車線道路の右側から別の道が合流しようとしているところである。画面上の木や車体、著作権表示はスプライトで描かれている。そして道や空などの大きなオブジェクトは同時に2画面表示が可能なスクロール画面 A と B で表示している。そして仮想画面としてスクロール画面 A 用のプレーン A とスクロール画面 B 用のプレーン B にはこのようにパターンが配置されている。ゲーム画面で道は2本に分かれているが、これはスクリーン A と B の2面を使って描画していたりする。アウトランではスクロール B がメインの道を担当し、スクロール A が補助をする感じで作られているのだ。スクロール画面 A の道の外は黒色であるが、これは透明色なのでスクロール画面 A をスクロール画面 B の上に描画することで2つのスクロール画面が一体化しているのだ。各スクロール画面の描画では水平ラインごとに描画したい道の横幅と一致するプレーン上のラインをラスタスクロールで選択し描画している。プレーンの道を三角形にすることで必要な全ての長さの道幅を用意しているのである。プレーンの上下で2種類の道があるのだが、これは道の白線があるところとないところを2種類から選んで描画しているのだ。なお、この部分は描画には使っていないようだが、何のためにあるのか謎なのだ。背景部分は今説明した赤枠の道、緑の枠の遠い背景、青い枠の雲の部分、ピンク色の枠の空、黄色い枠のスコア表示の5種類に分けられている。それぞれの部分はプレーン A と B に振り分けられ、それぞれがラスタスクロールで各スクロール画面に表示される。さらに付け加えると、ゲーム画面とプレーン B ではプレーン B の雲の上の部分が狭く、そのままでは描画に足りないことがわかるのだ。そのためこの赤い部分の一部をコピーして緑の部分の描画に使用している。画面の構成には柔軟性があり、スタート画面では周辺の人やスタートの幕など動きのないオブジェクトはスクロール画面で描画していたりする。ここで何か気づいただろうか。もう一度見てみるのだ。今度はスローにしてみるのだ。ほんの一瞬だがセンターラインが消えていることに気づかれただろうか。2つの道が合流した瞬間、センターラインを消してプレーンの調整をすることでスムーズな合流を演出しているのだ。プレーン A を拡大してみると、センターラインが消えるのと同時に左側の路側帯も消えていることがわかる。同様にプレーン B を拡大してみると、センターラインが消えるのと同時に右側の路側帯も消えている。この消えた路側帯はセンターラインが表示されても再度表示されることなく、この消えたところで2つの道がつながるのだ。なお、この白線の処理はパレットの制御で実現していたりする。まずパレットの右から3番目がこの白線に割り当てられている。そしてパレットの右から2番目が反対側の白線に割り当てられている。
さらにパレットの右隅がセンターラインに割り当てられている。パレットの切り替えによりプレーン自体を書き換える必要がなくなり、少しお得なのだ。次にポイントになるのがプレーン A のこのかけた部分だ。これは多分車が左に寄った時にプレーン A の右隅がはみ出して画面の左側に循環して描画されるのを防ぐためと思われる。海の部分はスプライトを敷き詰めて表現している。 NES やマスターシステムの頃には考えられないほどの表現力である。メガドライブは最大で 32×32 ドットのスプライトを最大80枚描画でき、水平方向に320ドット分のスプライトを描画してもちらつかない性能を持っているからできるテクニックなのだ。その豪華なスプライトでもVRAM無上に登録できるキャラクターの容やROM容量の制限からギリギリまでスプライトサイズを小さくしようとする努力が見える。先ほどプレーン A の右が一部が欠けていると説明したが、ここでは道の左側が欠けている。左側からの合流なので左隅がはみ出る可能性があるからなのだろう。今面白い処理が発生したことに気がついただろうか。もう一度見てみるのだ。左から合流し左車線を担当していたスクロール A がいつの間にか右車線の担当にスイッチしているのだ。ではそこのカットなのだ。プレーン A のかけている場所や路側帯の白線の状況も変わっている。この後大きな左カーブがあるのでその準備なのだろう。ここも少し面白いことになっているのだ。他のステージと並べてみる。ステージ1では雲と遠い背景が多重スクロールしているが、このステージは一緒にスクロールしている。改めてプレーン B を見てみると、雲の下に他のステージではプレーン A に描かれている遠い背景が描かれていたりする。スクロール A の道が消えてプレーン A に雲が表示されたのだ。プレーン B にも雲が表示されていることに注目してほしい。雲がやってくるのだ。画面の上部はスクロール B が担当し、その下をスクロール A が担当するという興味深いことになっている。デモ画面をお見せしているので申し訳ないのだが、ゲーム画面で見ると画面上部の赤い枠の部分にはスコアなどが表示されている。スコア表示はスクロール A で描画しているので、プレーン A の雲をスコアの部分に描くことはできない。そこでスクリーン B でスコア部分の雲を担当しているのだ。そもそもスコア裏のスクリーン B は背景の空の描画をしているので、処理としても相性がいいのだろう。またプレーン A が消えて崖が表示されたのだ。
壁の描画にどのように使用するのだろうか。残念ながらプレーン A の崖は描画に使用していないようだ。使おうと思ってやめたのだろうか。またプレーン A が消え、今度はゲートの準備がされたのだ。ここも崖と同様にスコアのところはスクロール B で描画している。ここも注目なのだ。ここまで海などはスプライトで描画していたのに、このシーンではスクロール A で周囲の草を描画しているのだ。これはゲートの柱が太すぎて草もスプライトにすると、スプライトの描画上限である320ドットを超え表示が書けるからなのだろう。ここでプログラムがラスタースクロールをどのように実現しているのかだが、メガドライブには HV カウンタという CPU から VDT が描画中の座標を調べることができるので、 CPU が定期的にカウンターを確認して描画中のラインを認識している。メガドライブには H ブランク割り込みがあるので、それを使っていると思っていたのだが、そうではなく愚直に調べていたのだ。最後になるのだが、ランキング表示で走り去った車が画面外にきれいに並んでいるのが何か可愛いのだ。今回はこれで終わりなのだ。次回はまた別のゲームを見ていきたいと思う。では今日はここまで。バイバイ。